おはようございます。ケンです。今日もテスラ関連の重要なニュースが次々と報じられました。モデル Y の販売台数が再び1位に返り咲いたという明るい話題から、テスラ株を手放す年金基金の動きまで、投資家にとってもオーナーにとっても無視できない情報ばかりです。この動画では今日のテスラに関する注目トピックを4つに絞ってできるだけわかりやすく、そして分析的に解説していきます。テスラ税の話や、テスラが今なお保有しているビットコインの情報など、ぜひ最後までご覧ください。それでは今日の内容ですが、まず一つ目はカリフォルニア州での新車販売ランキング。テスラのモデル Y が全車種の中で1位、モデル3も3位にランクインしたという話題です。二つ目はイギリスで導入されたテスラ税とも言われる高額 EV への追加課税。その制度がついに撤廃される可能性が出てきました。三つ目はテスラが現在も保有しているビットコインについて、どれだけ保有していて、それが何を意味するのかを解説します。そして4つ目は、ペンシルベニア州の年金基金がテスラ株を売却したという話題。なぜ手放す決断に至ったのか、投資家目線で見ていきます。それでは1つ目のニュースから見ていきましょう。1つ目のニュースは、テスラの販売ランキングについてです。アメリカカリフォルニア州では、2025年の第1四半期にテスラのモデル Y がすべての車種の中で販売台数1位を獲得しました。そしてモデル3も3位にランクインしています。このランキングはガソリン車やハイブリッド車などすべてを含めたものです。つまり EV という枠を超えてモデル Y が全体の中で最も売れた車ということになります。注目すべきはモデル Y の販売台数が2位のトヨタの RAV4 をおよそ 50% も上回っていたという点です。また車種カテゴリー別でもテスラは強さを見せています。例えばラグジュアリーサブコンパクト SUV カテゴリーではモデル Y が圧倒的な1位、ニアラグジュアリーカーカテゴリーでもモデル3が1位となっています。このようにテスラは EV 市場だけではなく全体市場でもリーダーとしてのポジションを保ち続けているということがわかります。今後は EV に対する補助金の変化や競合メーカーの動きがこのランキングにどう影響を与えるのかが注目ポイントになりそうです。では2つ目のニュースですけれども、2つ目のニュースは昨日もお伝えしましたが、イギリスで話題になっているテスラ税。このテスラ税が撤廃されるかもしれないという話題です。イギリスでは今年の4月から ECS という制度が導入されました。これは日本円にして約800万円、ポンド換算で4万ポンド以上の車両に対して追加の課税を行うという仕組みです。もともとはガソリン車やディーゼル車向けの制度だったんですけれども、今年から電気自動車、つまり EV にも適用されるようになったことで、多くのテスラ車が対象となりました。そのため、高い EV に乗っている人がさらに税金を払わされるということで、メディアやユーザーの間でテスラ税と呼ばれていたわけです。ところが、この制度がEV の普及を妨げているという批判が相次ぎ、イギリス政府は現在 ECS の見直しを検討しています。具体的には課税対象となる車両価格の基準を引き上げるか、制度そのものを撤廃するかが議論されている段階です。背景には EV の販売が想定よりも大きく落ち込んでいるという事情があります。テスラだけではなく他のメーカーもイギリス市場での販売目標を達成できないため、このままでは国の環境政策も揺らぎかねないという声が出ています。自由民主党の議員であるベン・マグワイアさんもゼロエミッション車に対する税の見直しが必要だと発言しており、制度変更の可能性は高まりつつあります。ということで引き続き注目です。次に行きます。3つ目のニュースですけれども、テスラが保有しているビットコインについてです。アメリカの金融メディアザ・ストリートによると、テスラは現在約9720ビットコインを保有しており、評価額はおよそ
12.5 億ドルに上ると報じられています。これはテスラのバランスシート上でも比較的大きなポジションを占めていて、同社が今なお暗号資産を戦略的資産として保有し続けていることがわかります。テスラがビットコインを購入したのは2021年の初めで、その時は約15億ドル分を一括で取得しました。その後一部を売却したものの、今も長期保有を継続中です。この姿勢は企業としては珍しく、特に伝統的な自動車メーカーと比べても異例の動きと言えます。ビットコインは価格の変動が大きく、資産としてはリスクもありますが、一方でテスラのような革新的な企業が保有し続けることで市場に一定の信頼感を与えているという見方もあります。ビットコインの価格が大きく上下すれば当然テスラの財務報告にも影響が出るため投資家にとっては見逃せない要素です。皆さんは企業がビットコインのような暗号資産を保有することについてどう思いますか？僕自身暗号資産にも非常に興味を持っていて、日々暗号資産情報を収集していますが、最近ではビットコインなど暗号資産を保有する企業が増えてきています。今後企業が暗号資産を保有するケースは増えていくと思っていますので、暗号資産についての勉強並びに情報収集は今後一層重要になってくるんじゃないかなと思います。では最後の4つ目のニュースですが、ペンシルベニア州のリーハイ郡年金基金がテスラ株を売却したという話題です。この情報は Yahoo ファイナンスが昨日報じたもので、年初から約 30% 下落しているテスラ株のパフォーマンスを受けて、年金基金の運用理事会がテスラ株の保有を中止する決定を下したという内容です。年金基金っていうのは、地域の公務員や教職員などの老後資金を長期的に運用するもので、基本的には安定したリターンを重視する投資方針が取られます。その中でテスラのような価格変動の大きい成長株に対して、今はリスクが高いと判断されたことは、投資家にとっても一つのシグナルと言えるでしょう。記事では売却の理由として株価の下落と業績の低迷が挙げられていましたが、こうした判断が他の機関投資家にも波及していく可能性があります。とはいえ、年金基金の運用と個人投資家の戦略は本質的に異なります。機関投資家が売ったからといってすぐに個人が追随する必要はないと僕は思います。むしろ重要なのは、こうした動きをきっかけに今のテスラ株のリスクとチャンス、これを改めて見直すことではないでしょうか。皆さんはこの売却の判断をどう受け止めますか？ホールドすべきなのか、それとも自分もポジションを調整するべきなのか、判断の材料として考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。それでは最後に今日のまとめと今後の注目ポイントをお伝えしていきます。今日はテスラに関する4つの注目ニュースをお届けしました。改めて振り返ると、テスラは販売実績では依然として業界トップの地位を維持している一方で、規制や金融面では厳しい局面にも直面しています。カリフォルニア州でのモデル Y とモデル3の好調な販売はテスラ社の魅力が依然として高いことを示しています。一方でイギリスのテスラ税の撤廃の検討っていうのは政策と販売実績がどう連動するかを示す象徴的な事例です。さらにビットコインの長期保有や年金基金による株の売却など、テスラは金融市場においても強い注目を集めています。テスラに投資をされている方にとっても、オーナーとして日々の動向を追っている方にとっても、企業としてのこの一手一手がこれからの未来を形作るっていうことが今日のニュースからも伝わったのではないでしょうか。来週もテスラを取り巻く動きからは目が離せません。いよいよ本当に6月が近づいてきます。ロボタクシーが始まる6月です。これからいろいろとまた情報も出てくると思いますので、僕自身もしっかりと情報収集して YouTube でお届けしていきたいなと思いますけれども、皆さんは今日のニュースどう受け止められましたか？よかったらぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと
思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 349.98 ドルで、今週末が 339.34 ドルということで、正解は下がるとなっております。今回は452票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 59%。しかし正解は下がる。なので 30% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は4名の方が正解となっておりまして、これに伴い連続正解ですが、キャンパニーラノースさんとハルチキさんがそれぞれ3週連続正解となっております。今後ですが、プレゼント企画をしたいと思っています。4週連続正解された方には、まずは社内で使えるカークリーナーをプレゼントします。タイプ C で使えるクリーナーです。ぜひチャレンジしてください。今回2名の方が大手になっています。来週の結果が楽しみだなと思います。そしてこちらのアンケートですけれども、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は価格予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることでそういった視点もあるかという感じで勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらったらいいんじゃないかなと思っています。ご自身のレベルアップにもつながっていくと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。